どうも、ベトナム在住のウキツです。CD50 のエンジンね、やっとこれからクランクケースのね、組み立てやっていきたいと思います。前回入れたベアリング、あんまり強く押してないですけど、ちょっと押したぐらいじゃね、動かない感じなんでうまくいってると思います。それで、反対側もね、大丈夫ですね。簡単に抜けることはないです。なんで、組み立てを始めていきます。どっち側からよ。こっちだな。これまずはね、オイルポンプのギア取り付けていきます。こいつはね、もうダメになってるやつだったんで、新しいのをね、買ってきました。これに変えておけば問題はないですね。よし。で、前回僕がね、これ何言ってたかっていうと、これってね、こっちが高さがあって、こっちが低いんですが、こいつね、両方とも低いんですよ。で、こっち側、本来高くなってなきゃいけない方ね、削った上にスプリングワッシャーついてたんですよ。これの意味がね、よくわからなかったんだけど、いろいろネットを検索してるとね、東南アジアではクランクケース割らずにね、これ変えるときに、ここをね、削って、要はこっち側からはまるようにするみたいなんですよね。シャフトがある状態でも。これをそんなことしたのかどうかわかんないんですけどね。ちょっと新しいのに変えれば問題ないと思います。それとね、こんなに削ってるけど、これ削るのもね、ストロークアップするときに削んなきゃいけないんだけども、こいつはね、ストロークアップしてないんですよね。だから何のためにどうしたのかとか、要はストロークアップをすると、これクランクケースを割らないとね、絶対にというかこいつが抜けないんですよ。今回はその話はいっか。これでね、締めていって、ドライバーをね、ここ隙間があるんでね、映ってんのかな。ここに刺して回しゃ締めれるんだ。細くなってるからあんま強く締めるの怖いよね。これで OK じゃねね、いけたんですよ。さあ、じゃあクランクを取り付けよう。今回取り付けるね、クランク、私が在庫してたやつですね。なんせもともとついてたやつはここがね、ダメになってたんで、こいつ入れるんですが、実はこいつがね、ちょっとここに隙間があるんですよ。事前にもう測ってるんですけど、なんぼだっけな。0.3 ぐらい隙間が空いてて、0.3 ですね。0.3 が入って、0.4 はね、かなりきつい感じなんですよ。うまく映ってる？うん。で、これがマニュアルを見るとね、この型の上限加減、要は限界値が 0.6 って書いてあったんで、あんまりいい状態じゃないんだけども、とりあえずね、もうこれをこのまんままずははめようと思ってます。音が出たりするようならね、またなんせ開けてというか、これはいろんなこと確認していかなきゃいけないんで、もうこれでね、やっていこうと思います。なんか随分素直に入ったけど、こんなもんか。ちょっとね、ここにはオイル塗っとこう。ね、向きはこっち側だよね。前に一回間違えて組んだことありますからね。これであら
今度は硬い。入らなくなったぞ。入った。あ、これ当たってるんだ。あ、違うか、傾いてるだけか。まあいいや。とりあえずクランクはこれで OK。 さあ、それでね、ミッションの取り付けです。よいしょよいしょ輪ゴムがもうちぎれてるし、ばらけないようにゴムを入れてたのに今になって落としてるし、もうちょっと待ってよ。よいしょ。落ちたけどこいつの向きが、これは多分ここだが当たり傷がついてるからね、こっち向きで間違いないですね。もう何してるんだか。ワッシャーらしき何かを落としてない？何かが落ちてるぞ。もう探してきます。いやー、これびっくりしましたね。この中にね、こういうリングがあったんですけども、これをね落としちゃいました。まあまあすぐに見つかったからよかったけど。でこれをつけていくんだ。ばらけないようにまとめたいんですよ。こうやね。よいしょ。全部部品あるよね。これでわおわおではめりゃいいんだ。はめりゃいいんだって、はまってないし、もういったんじゃない？いけてるね。こいつの位置が悪いのは手で動かしていいのか。で一旦ちょっとね仮組みしたいんですよ。組み立てるんですがね、このキックペダルも忘れてたけど、こいつも外してないじゃん。なんか今日もな焦ってるな。これをここに入れて、ガスケット、ノックピン、ちょっと一旦ね仮に締めたいんですよ。位置が合わんのはこのピンやんね。だで反対向けて、こいつうまく置けないと思ったらシャフトが長すぎたというか台が低すぎたんだな。で1231234番4と最後の8だけでいいのかな。いや、何したかったかっていうと、ここのガタをね見たかったんですよ。
うわ、こいつはこれが案外動くな。ミッション加工してたもんね。ここは別に動きもおかしくないし、ガタも、少しあるけど問題なしやね。あららら、こっちはこっちはないのか。ちょっとな、このまんま行くしかしょうがないんだろうな。ちゃんとお見せしなかったんですけどね。ここがボールベアリングじゃないんで、ボールベアリングのミッションを無理やり加工してね、こうやってつけてあるんですよ。ね。それこそ前に気がつかなかったやつだけど、このシャフトなんてね、長くって、二次クラッチ用のミッションなんですよ。ちょっとこれはこのまま行くしかしょうがないね。まあちょっとこの確認をしたかったんで、もう一回外します。しかしこれ台もな、この台が低すぎたな。これ当たってんのは良くないよね。何かで浮かそう。ちょっと適当にね、木を挟むけど、シャフトの長さをね、ちゃんと考えてなかったんです。ちょっと一旦どけるかい。これでガスケットにオイルついちゃったな。これは一回新しいのに変えようか。いや、今回ね、液体ガスケット塗ってからね、組もうと思ってるんで、ちょっとオイルがついちゃったのは良くないんでね、新しいのに変えます。あんまりウエスで拭くとね、汚れが入るけど、こっちはついてないんだ。反対側だけだね。こっち側ちょっとオイル垂れると嫌なんでカメラの前に出しませんが、こっちのねオイルだけ拭いておきます。液体ガスケットね、持ってきました。私こっちに引っ越してきて、この使いかけのね液体ガスケット冷蔵庫に入ってないなと思ったら冷凍庫に入ってました。一応固まってはないね。液体ガスケットってね、冷蔵庫に入れておくと長く保管してても固まらないんでね、いつも冷蔵庫に入れてたんですが、今回それが冷凍庫に入ってたという話でした。そんで冷凍庫に入ってて使えるかい？全然問題ないというか、これはもしかしたら冷凍庫の方がいいのかな。いつも冷蔵庫でもね、この口の部分は1年ぐらい経つと固まっちゃうんだけど、これ最後に使ったの1年以上前じゃないのかな。まあいいや。とりあえずこの量で足りるかい？ちょっと足りんか。途中でなくなったら嫌なんでね、ちょっともう多めに入れちゃいました。で、穴開けたのはこっちね。今何してるかっていうとね、スーパーカブって本来はここに液体ガスケット塗るべきじゃないんですよ。ただどうしてもこれはね、平面度に問題がありそうなんで、ちょっと穴が小さすぎた。案外出ないな。冷凍庫に入れてたからかい。穴はしっかり開いてんだけどな。今回うまく塗れてないぞ。
どうも今回うまく塗れんな。でもあんまり指で広げない方がいいんだろうな。でも団子は取っとくか。ちょっと袋で絞って意味が分かんなくなってっちゃったけど、まあいいや、こんなもんやろ。こっち側ね、ノックピン入れて新しいガスケットをかぶせちゃおう。でもう一回ね塗ってきます。少しはさっきよりまともになったかな。でこっち側の一番ダメな場所がどこだった？ここに問題があったからね、ちょっとここは多めに盛っちゃおう。こんな感じでいいんじゃない？どうも綺麗にできてないけど、まあまあいけるやろ。さあそれでこれをはめるんだ。はまったやろね。ここに変な格好してるからね、ガタがあると思うんですよ、反対側も含めて。これでそうだ、高さが足りんからちょっと片方だけ木の枠で、今度は本締めしてっていいから1番から順番に行こう。違うじゃん、1個ずつずれてんじゃん。こっからだよ。これでいいんじゃね。で今度は本締めね。よし、やった。とりあえずクランクケースのね中心部分は組み立てできました。慌てるとろくなことないんでね、今日はこれで終わりにします。なんで今日はここまで。それではまた。